こんにちは、バーケンです。今回は相続した土地の片付けについてお話しします。この土地は自宅から 300km も離れていて、父がダチョウなどの鳥を飼育していた場所です。鳥小屋の柵は業者に撤去してもらいましたが、コンクリートの基礎が残っていました。このコンクリートの基礎は発力で何とか破壊しましたが、残骸がそのままの状態になっていました。瓦礫の半分ほどを実家に運びましたが、残り半分を今回何とかします。今回はユンボがあるので楽勝でしょうか。このコンクリートは思った以上に多くて重たいです。合計2トンくらいありそうです。土のう袋に詰めて移動します。コンクリートの瓦礫を撤去した後、この場所には近くの砂山から砂を運びます。この砂山も相続しました。瓦礫は撤去せず、このまま砂を持ってきて埋めてしまえば楽ですが、それでは土地を譲渡するときに問題になります。この土地は売却は難しいですが、0円でなら手放せる可能性はゼロではありません。その日のためにしっかりと片付ける必要があります。相続した時点ではこんなに大変な作業が待っているとは予想もしていませんでしたが、視聴者の皆さんの応援に勇気づけられ、着実に前へと進んでいます。ユンボから降りて直接手でバケットにコンクリートを入れています。容量悪いですね。私だけが重機の運転で楽しんでいます。妻は小さいかけらを探して袋詰めしています。余裕ができたら妻も重機で楽しんでほしいです。でもまだその余裕はありません。毎回日帰りで時間いっぱいまでヘロヘロになるまで仕事して帰ります。これが我々が引き受けてしまった相続です。そういえば看板犬のファド君いませんが、多分車の中にいます。この画像は AI 生成画像です。大変すぎる相続、記録にできるだけ残します。16倍で再生します。軽トラックの最大積載量は 350kg なので確かに乗せすぎかもしれません。でも公道ではなく私有地だと 350kg を超えても問題ありません。車が動くか確認しています。さてコンクリートは実家に運ぼうと思っていたのですが、じっくりやっていると時間もかかるので、手抜きしてこの土地の別の場所に移動することにします。これは別の動画のサムネイルです。
トラックの後ろの部分なんですが、金具が壊れていて外れません。無事空っぽになりました。ドバッと落ちるシーンは爽快感と緊張感がありますね。この場所での作業はまだ続きますが、編集が間に合わないので今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。